っしゃー、てめえで最後だ。はは、終わったぜ。おー、よくやったろクソガキ、褒めてやる。へへ、まあこれぐらい俺にかかりゃどうってことねえぜ。調子に乗んなよガキ。数も少ねえ、強くもねえ、雑魚相手に生きがってんじゃねえぞ。ちぇー、褒めてくれたと思ったらすぐこれだ。クソガキは戦国最強森一家の跡目だろうがよ。甘い考えで生き抜けると思うな。おってなんだてめえ。おう、何見てんだ小僧。喧嘩売ってんのか。ああ、てめえは確か。ああ、どこかで見たことがあると思えば、殿の夫になった馬の骨か。はは、誰だよこいつは。なんだ、忘れたのかクソガキ。田楽狭間で殿が拾ってきた馬の骨だ。ダメだ、思い出せねえ。なら今覚えとけ。新田なんとかってガキだ。森三左衛門義成、通称は東子という。まあ別に覚えとかんでもよい。森長吉、小屋所だ。俺は弱っちいやつには興味ねえから。ああ、誰がちゃんだ、誰が。きめえ呼び方すんじゃねえよ。ちぇ、弱っちいのに偉そうに呼び捨てかよ。殿の夫だからって調子くれてっと閉めるぞこら。うるせえぞクソガキ、少し黙ってろ。おっと、助けた？覚えがねえな。いつだ？ああ、あれか。別に礼なんぞいらん。あれは小僧を助けたわけじゃない。鬼をぶち殺したかっただけだ。おめえなんてついでよ、ついで。似た者同士だな。さあな。で小僧、貴様なぜここにいる？ここは織田の勢力圏じゃねえぞ。宿老二人を出し抜いて堺と都に新婚旅行た恐れ入ったわ。なんだよ、どういうことだよ、はは。あ？この小僧、軟弱そうな見た目に反してなかなか面白い、そう言ったのよ。こいつが？信じらんね見た目は生っ白いがな。だが三月を麦穂にしてはたまったもんじゃなかろう。手綱が利かん暴れ馬が自分たちの上に2人もいるんだ。クオン様に決まっている。手綱を持って歩いてきた馬蹄を観察し、気に食わんかったら蹴りを食らわす輩だ。小僧も殿も。ほう、どうしてそう思う？
なかなか面白い推測だが外れだ。最近戦がなくてつまらんからな。港南に来たのはただの暇つぶしだ。戦がなくちゃ殺しができねえからな。仕方ねえから鬼をぶっ殺して回ってんだよ。なんだ、気になるのか？家中でベラベラ喋らんのなら教えてやってもよい。喋ればぶっ殺す。いいか？喋ればぶっ殺す。なら教えてやる。まあそういうことだ。アホ。そもそも国境なんざ人の都合で作られて、どこぞの誰かがただ言い張ってるだけの代物だろうが、わしらの目の前には道がある。道はどこまでもつながっている。そこを進んで何が悪い？たとえ目前に山があろうが、たとえ目前に谷があろうが、道があるなら進めばいい。道がなければ回り込めばいい。ためらう必要がどこにある？わしらは生きているのだ。誰にはばかることもなく。どこに行こうとわしの勝手だ。違うか小僧。アホ。物分かりが良すぎだ、ガキが。だがまああれだ、なんというか、殿には内緒にしておけ、小僧。変わったことだ。おいクソガキ、てめえはどうだ？何か気づいたか？気づいたこと？鬼が弱っちってぐらいで他には何もねえけど。おい小僧、そんなことを聞いてどうする？ほう。まあ小僧の推測は正しいだろうな。当然だろう。まあ近場に巣ができるのはわしらとしては歓迎だ。生かさず殺さず加減して毎日ぶっ殺してやれるからな。すげえ楽しい未来が待ってんぜ。弱いや
つが死ぬのは当然だろ。何言ってんだお前。そりゃそうかもしれねえけどさ。わしらがお前に手を？この悪名高き森一家に鬼の探索なんてクソつまらん仕事に手を貸せと？分かった。手伝ってやる。ただしわしらはわしらのやりたいようにやる。口を出したらぶっ殺す。それでよいな。何も特別なことはせん。いつもやっているように鬼の巣を探して片っ端からぶっ壊して回るだけだ。だが鬼の動きに変化があれば教えてやるし、民に被害が出るようなら助けてもやる。方針については小僧の意志を尊重してやる。それでどうだ？人事のように言っているが、小僧も手伝うんだってことを忘れんじゃねえぞ。おいおい、てめえみてえな弱っちいやつは何の役に立つって言うんだよ。ふーん、まあ期待はしねえから安心しとけ。話はついた。暇つぶしの鬼もいなくなった。ここにいるようもなくなったが。おい、そこに隠れてるの出てこいや。よく私のことに気がつかれましたね。完全に気配を立っていたのに。けだものはうさんくせえ匂いには敏感だからな。小僧、こいつは貴様の仲間か？はじめまして、エイリカと申します。以後お見知りおきください。明智ね勇壮なお方なのですね。クオン様のもとにこれほどの勇者がいらっしゃる。これならばこの国もそう簡単には鬼に屈することはないでしょう。ああ、なんだその言い方。バカにしてんのか？いいえ、心の底から感動したのです。まさに勇者と呼ぶにふさわしい強いお方だと。まあいい。おいクソガキ、ミノに戻るぞ。なんで？このままここいらの巣をぶっ潰しちまうんじゃなかったのかよ。気がそがれた。帰って酒だ。あったもう。おいケンスケ、次に会うまでにちょっとは強くなっとけよ。おうや、じゃな。なんだか迫力のある方たちでしたね。承知しました。ではまた後ほど。
なんとか調べがつきましたね。さすがに備蓄の内訳はつかめなかったけど、あまり備えてないのが分かっただけでも収穫かな。そうですね。これで勝率は5分にまで高まりました。あとは油断せず慢心せずに全力を尽くせば、健常と名高い観音事情を落とすこともできるでしょう。城攻めでは守る側は逃げ道がなくなり窮鼠になりますからね。死を覚悟した上で生を求める兵との戦いは熾烈を極めます。苦戦することになるでしょう。あれ？城門の前に旗本衆の姿がありますね。かがり火に照らされた指物には四つ頭が描かれているようなので、おそらく浅井家中赤尾清綱様の衆です。浅井三将の一人が兵を率いて城門にいる？何かあったと見るべきか。様子は？慌ただしくはありますが、それほど気急という雰囲気ではなさそうですね。さすがに夜ですから確かかどうかは分かりませんけど、お頭どうします？なら私が先触れに向かいます。お頭たちはしのちゃんと一緒にゆっくり来てくださいね。足を引っ張ってしまって申し訳ありません。しかしいつまでもこのままにしておくわけにも参りません。これを機に馬術を磨かなければ。それでしたら暇を見て私が教えて差し上げましょう。馬術にはそれなりに自信がありますから。お頼みします。輪乗りができるようになりたいとは言いません。せめて駆け足ができるまで教えてください。はい、承りました。頑張れしのちゃん。頑張ります。それじゃあお頭行ってきます。これはお兄様、ご無事のご帰還何よりです。お帰りなさいませ。お兄ちゃんお疲れ。どう？港南周辺はちゃんと探れた？それはよかった。早くお姉ちゃんに教えてあげないとね。それが実はつい先ほど横山城の常磐から早馬が入り、近くの村に鬼の群れが現れたようなのです。小谷から南方に2里ほど離れた場所ですが、やっぱり観音寺方面から流れてきてるね。
この港北を鬼の好きにはさせません。港北に住むすべてのものを守るのが浅井家当主である僕の役目です。それでこそ港北の守護者たる浅井の当主よ。お姉様、見送りは良いとお伝えしましたのに。見送るつもりはない。我も出る。後ろ巻きは我に任せておけ。お姉様までご出陣なさることはありません。これは港北の、ひいては浅井の内々のことです。お姉様の手を煩わすわけには。構わん。この日の本を蹂躙せんとする鬼と戦うのに、家だ国だのつまらんことを気にしてどうする。それにこれは我の都合もある。都合ですか？そういうことだ。務め九郎、大義。我に考えがある。1、何？貸せ。もう、お姉ちゃんってば一の都合も考えないで。いっつもそうなんだから。許せ。どうせ言っても聞き入れてくれないし、別にいいけどさ。そういうのは先に言っておいてよね。どうだ健介、これで解決だ。はいはい、分かってるよ兄ちゃん。お姉ちゃんのこと守ってあげてね。仰せのままに。兄様、そろそろ出発します。準備はよろしいですか？わかりました。お気遣い感謝します。では、港北の勇者たちよ、敵は横山城が近く三田村にいるという。どれほどの数がいようが民を守るため、勇を振るって戦ってみせよ。では出陣する。我が旗に続け。浅井衆ってこんなに全力で移動するんですね。ついていけないかも。みんなほとんど息を切らせてないよ。はあ、さすが機内でその名を馳せる港北の聖病だね。ミノ衆もあれぐらいはできますよ。もちろん私には無理ですが。恥じても現実は変わりませぬゆえ、せめて胸を張ってごまかそうという浅知恵です。家宝のお言葉です。ありがたき幸せ。それにしてもこのように全力疾走をしていざ戦場に到着した時、兵は力を発揮できるのでしょうか。呼吸は乱れていませんし、足並みも揃ってますから、十分に力を発揮できると思います。はあ、なんだか力の差を見せつけられちゃってへこむな。確かにそうですね。でも健介隊の得意なものってなんだろう。私は計算が得意だよ。私は人の手配とか修繕が得意かな。しのちゃんはもちろん。そうですね。知略にはほんの少し自信があります。
体力と腕力は全くと言ってよいほど自信はありませんが。そっか。じゃあお頭は？健介隊の強化ですか？でも、一体どうすればいいんでしょう。たくさん訓練する。武器ですか？刀、槍、弓。武器といってもいろいろありますが。鉄砲だな。堺に行きたかったのは鉄砲の生産量と相場を知りたかったこともある。これからの時代、戦は鉄砲が主流になるだろうと我は考えているのだ。でもお頭、鉄砲って一丁の値段すっごく高いですよ。堺の相場で一丁がおよそ50貫って言ってました。50貫って言えばお米が30石は買える値段ですよ。そういうことです。高いでしょう。値段は堺の儲けも入っている。大量生産をすれば必然1丁あたりの値段は下がっていくだろう。オケ、ないものをねだっても始まらん。今は目の前のことに集中せい。